はい、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。いつもは星占いやタロットカードを引いてメッセージをお届けしてるんですけれども、今回は占星術の簡単な解説をさせていただこうかなと思います。私自身は占星術というものを通して本当に自分の人生が変わったなっていうふうに思いますし、占星術というチャートを通してですね、自分を見たときに、自分が見ている自分像、自分が経験している自分像ではない自分っていうものがそこにいたり、わあ、これが私だったんだ、みたいな謎解きが、人生の謎解きができたりして、もう本当に面白くて、ただただハマっていった、ただただ面白くて勉強を続けていった結果、現在に至るっていう形なんですけども、その楽しさをですね、今日はほんの少しだけ皆さんにご紹介できたらなと思っています。で、今日はですね、その難しいと言われがちなこの占星術の面白いところを少しだけご紹介できたらなと思っています。占星術を見るときに、このバースチャートというこのチャートが必要になるんですけれども、これはどこで作ることができるんですかというと、ネットでもフリーで出せるところがたくさんあります。で、私のサイトでも、ちょっと日本国内だけになってしまうんですけれども、国内であれば出生時間を入れたり、誕生日を入れたり、場所を入れて、ご自身のチャートが作れるようになっています。ので、ぜひご活用ください。で、じゃあ占星術のこの出生天球術と言われているバースチャートって何なのっていうところなんですけども、まずこのチャートの真ん中が皆さんが生まれた場所なんですね。どこで生まれたか。で、その場所、その時間に生まれたそこから見上げた天頂の惑星の配置をペシャって一枚の絵にしたのがこのバースチャートなんです。なので、いわゆる写真みたいなもんですね。その場所から見えた宇宙の配置です。で、それが地球から見ると上しか見えないんですけど、実は全体360度で考えた時にこの円状になっているというような考え方になります。ですので、例えば生まれた時間が30分ずれていたりとか、また生まれた場所がニューヨークで生まれたのと、例えば日本で生まれたのであれば、全然見える星が違いますよね。ということで、生まれた場所と時間というものが非常に重要になってきます。そこからその瞬間見えた惑星の配置のどのようなエネルギーの中に私たちは命を誕生させてこの地球で生まれたのかっていうところで、どのような人生の青写真があるかっていうのを見ていくんですね。ただしこれに関しては、いろんな説はありますけれども、その人生で決まっているっていうわけではないと思っています。ちょっとここで説明なんですけれども、実際にこの惑星たちを見たときに、惑星の研究をするのは天文学なんですね。で、惑星とか衛星とか恒星とかね、それは事実とか研究に基づいて発表されているものなんですけど、占星術というのはその惑星を一つの事象と捉えて解釈して読むものなんです。ですので、天文学とは違うんですね。また、天文学は実際の星の配置だったりとか位置なんですけれども、占星術っていうのはあくまでも地球で生まれた時に見える惑星の配置なので、とても主観的になります。宇宙っていうのは太陽があったり月があったり地球があったりとかっていう外から見た宇宙ではなく地球から見た宇宙ということで見え方が全然違うんですね。なのでそんな難しく捉えなくても、要するに惑星と言われているもの、恒星もねいろいろありますけれども、例えば太陽は恒星、月は衛星なんですけども、便宜上それも惑星としてみなしましょうということで捉えているわけです。そして太陽は私たち自身人生の主人公だから、この宇宙の主人公の太陽を私たち人生の主人公、エゴとして自分として捉えるとか、月は夜にしか見えないから私たちの意識、無意識の部分を表すっていうように、何かしらこの惑星と実際の私たちの捉え方、解釈っていうものをいろいろ紐づけて解釈しているというものなんですね。この解釈の仕方っていうのはもう時代とともに大きく変わってきています。占星術って実は紀元前4000年前からあるって言われているんですけれども、4000年前の常識なんて私たちにはわからないように、その時その時の解釈で変わってきます。ですので、一つの統計なんですよね。この星が見えたら、こういうことがたくさん起こっているとか、この星が見えたらこうだっていうその事象をたくさん集めて、こういう傾向があるよっていうことを研究してきた、その結果が今ここにあるっていう形なんですね。
ですので、その統計によっては、こう捉え方も違いますので、いろんな占星術のルートがある。もう絶対に運命決まってますよねとか、こういうものですよねとか、いやいやもっと自由でしょうとか、それをもっとこう解釈をもっと心理学に寄せたもの、心理学と絡めたもので解釈していきましょうというふうに、たくさんの流派があるというふうに捉えてください。そこで、大事なのは、何が正しいかとか、どれが一番正解かということではなくて、占星術とか、こう自分のね、バースチャートというものを通して、自分が何を知りたいのか、どのように自分を進化させたいのかとか、何を見るか、何を意識して見るかっていうのが、すごく大事だなというふうに思っています。例えばね、この占いという、占星術というものを単なる占いだとして、あなたの人生はこう決まってますよとか、もう絶対にあなたはこういう運命ですというふうに決められる、そういった読み方もあるとは思うんですけれども、今もう私たちっていうのはもうかなり自由な時代に入っていますので、私たちの意識が変われば、もちろん現実が変わる。自分の見方が変われば、自分が作り出す現実も簡単に変わるっていうことなので、そういった視点で占星術を見ていきたいなっていうふうに思ってるんですね。ただどうしても昔の解釈でいくと、もうこうですよっていうふうに言われがちなので、そのように捉えている方も多いかもしれません。ですからよく当たってますとか当たってませんみたいな、そういった解釈になりがちなんですけども、これあくまでもその流れを知った上で自分がどう生かすか、どう捉えるかによって本当に変わっていくものだと思います。ただですね、こう絶対に変わらないものもあるっていうのも確かにあるんですね。例えば私たちの意識で太陽の動き止められるかとか月の動きを止められるかというと止められないので、そこは変わらないです。あくまでも自分たちの自由意志で作れる部分に関してはいくらでも変えていけます。それと、もう大きな視点でこう自分の人生を見たら結局のところ決まってますよねっていうのもあると思うんですけど、それはどの、層で自分の人生を見てるかによって変わってくると思うんですね。例えば私たちは当たり前のように、無意識ですけど生まれて育って大きくなってそして死んでいく。でその時に人間として、人間としての一生ってこんな感じかなみたいなものがあるじゃないですか。どのような亡くなり方をするかは人それぞれですけどね。それが例えばある時が来たら自分はトカゲになって死ぬんだとかいう方はいらっしゃらないと思うんですね。でそんな風にもう人として生きて人として死ぬっていうのはもう当たり前っていう意味で、運命は決まっている。命は生まれたら消えるまで生かされるっていうのは決まっているっていうのは決まっていると思うんです。ただそこで何をするかって言った時に、ある程度自分が生まれてくる時にこう持って生まれた細胞っていうのかな、こう DNA のこう結合によってどのような能力があるかとか、どのようなものに長けているかとか、そしてどのようなこう家系のカルマがあるかっていうのも確かにあると思います。ただそれをどこまで使うかとか、どこまでそれを広げるかっていうのもその人の意識、その人の努力によって変わります。はい。何もね、今日食べるものも全部決まってるのかって言うと別に決まってないように、ほとんどは私たちの意識で人生を選択して作っていくことができるんですけども、どうしてもそこで悩みとか葛藤とかうまくいかないってなった時に、これはもう運命だから仕方ないんだっていうふうに言いたい時もありますし、もしかしたらその願い自体が元々のこの DNA に備わっていた自分が決めてきた純粋な意図とは違うものをエゴがそのように感じて望んでいたのかもしれないですね。それはわからないんですが、要するに私が何を言いたいかっていうと、この占星術で見るチャートっていうのはもう可能性の宝箱だよっていう感じがするんですね。で、その宝箱を覗いてみて、どんな自分を発見したいですかっていうところなんです。何も、これだから私はダメなんだわ、みたいに発見するものではないということなんですね。で、今日は本当に簡単に、このバースチャートの中から3つの自分を発見していただくということでお伝えしたいと思います。まず一つ目は太陽ですね。何はさておき太陽。この太陽っていうのは、いわゆるこう宇宙の中でもね、銀河系の太陽中心みたいなもので、私たちの人生の主役は私自身ということで、私、自我、エゴだと言われています。ただこれは先天的なエネルギーでして、自分が生まれた瞬間からある生命体、生命エネルギー、それがどのように育って社会を生きて、社会に出てからようやく自分がどのようなエネルギーかを自覚していくみたいな形で、大人になってからの方が太陽のエネルギーっていうのは燃えるんですけれども、でももともと小さい頃からももちろんそれは先天的なエネルギーとしてあります。ただね、
こう自分を知るってどうやって知るのって言った時に、親に何々ちゃんって言われたから、あ、私の名前は何々ちゃんなんだとか、こう学校に行くようになって自分が背丈がこれぐらいだ、一番いつも前だから、自分は背が低いんだとか、何かそういう他者と比べることによって自分を知るっていうのがあるので、何をしているとか、社会でどんな活動をしているとか、どんな仕事をしているとか、こう外側に生きながらにしてエネルギーを燃やしてるわけですよね。で、これが太陽だと思っておいてください。なので、どのように見えるか、実際私は太陽はお羊座なんですけども、社会を生きていく上ではお羊座のように、こう、どんどんチャレンジしていくみたいなね、突進していくエネルギーがあるっていう、その生き方をしているっていうのが太陽ということなんです。二つ目のポイントは、お月さんなんですけども、お月さんはさっきの太陽のこう外側にエネルギーを燃やして見せているものとは違い、内側の無意識的反応だったりとか、感情的反応だったりとか、日常の無意識のルーティンだったりとか、後天的な素質っていうものを表します。ですので、こう内側にある感覚を本当の自分だと捉えやすいですよね、人ってね。なので、外側から見られている自分ではなく、自分だけが感じている自分なので、月の方が自分らしいというふうに感じる方も多いと思います。月はですね、小さい頃のね、無意識的反応っていうものもすごく影響するので、家の中の出来事とか感情的なものっていうもので自分はこうだって思い込んでいるのが月だと思っておいてください。ただ、傍から見たら全然違うっていうのも、太陽が出してるね、生き方というエネルギーと自分の内側っていうものが一致している方もいれば、一致していない方もいらっしゃるということになります。そしてもう一つはアセンダントというポイントです。これは時計の9時の場所なんですけども、これは別の言い方でライジングサインと言ったりもします。これはちょうどね、このチャートの真ん中が地平線だとすると、この時計の9時の場所から太陽が昇る、ライジング、上がってくるということで、上昇してくるということで、上昇ポイント、ライジングサインというふうに言われたりしています。これはいわゆる自分がこの世を生きていく上でつけているマスクみたいなものなんですね。第一印象みたいなものです。もしくはこの体でやっていくよ、この体で生きていくんだよということで、こう体質的なものも表したりしています。ですので、簡単に自分のチャートを見たときに、太陽と月とアセンダントの星座、この3つでかなり自分のパーソナリティというのは実は表現できているということになるんですね。で、これが例えば皆さんのチャートに太陽は何座とか月は何座とかアセンダントは何座ということで、星座がお羊座から12個魚座までありますので、それによってどういうエネルギーがあるかっていうのはまた細かくね説明はあるんですけれども、まず自分にもこの3つのポイントを知るだけでこんなに自分のこと分かるんだっていうのだけ覚えておいてください。で、そういった説明っていうのは、こちらの、私が作ってる先生術の基礎編の、テキストや、またこちらのですね、生徒者さんから出させていただいたホロスコープブック、自分でも読めるよっていうものになります。これはもうね、すごいたくさんの78個の自己分析の質問が載っていて、ここを見たらこう書いてるよ、みたいなのがあるので、これもとてもわかりやすいです。で、もう少し詳しく、例えばじゃあ太陽がお羊座の場合はどうなのとか、もしくはこの分かれてるこの区別されてるハウスって何なのとか、そういったものを全部細かく見ていくには、こちらのテキストの方が適していますね。そして毎月出してるこの YouTube の動画の中でも、月星座で見てもいいですかっていうコメントもすごくたくさん多いんですけれども、それはどちらでもいいです。太陽星座っていうのは社会を生きていく上でのエネルギーなので、例えば仕事の変化が多いとか、仕事でどうなのか気になるとか、自分が生きてる環境がどうか気になるっていう方は、太陽星座の方が適しているかもしれないですし、仕事とか環境というのはさほど変化は少ない、もしくは変わりが少ないので、心の状況の方が気になるんだ。自分が心地よく過ごせているかどうかの方が気になるんだっていう方は、月星座で見る方がもしかしたらすっきりくるかもしれません。または、アセンダントの星座で見ていただくのも、実はすごくポイントが高いんですね。なので、もしご自身のチャートまだ見たことないよっていう方は、こちらのサイトから生年月日を入れていただけると、チャートが出てきますので、そこでぜひご自身の太陽と月とアセンダントのポイントをチェックしてみてください。そしてね、またこの星座もね、じゃあ火の星座が何個あるのかなとか、水の星座が何個あるのかなとかによって、またね、全然見え方も違うので、そういったね、簡単なワークショップなどもやっていきたいなと思っています。
で、さらにですね、こうやってちょこっとしたね、情報だけじゃなくて、本当に私たちはどこに向かってるのとか、何のためにじゃあ、生まれてきたんだろうとか、この魂を進化させるってどういうことだろうっていうのは、実はね、ノードというポイントがすごく使えるんですね。このチャートで言うと、ここのポイントになります。このね、ポイントを知るだけでもね、大きなヒントになりますので、これに関してはまたね、別動画で説明しようと思うんですが、ただ資料はありますので、必要な方は概要欄からPDF をダウンロードしていただくことができます。あともう一つですね、すいません。よくお誕生日で、際どいお誕生日の方、例えば4月20日はお羊座ですか、お牛座ですかみたいなのってよく聞かれるんですね。境目の日にちで生まれた方はね。で、よく雑誌とかではもう何月何日から何月何日までっていつも書いてあったりするので、それで覚えてる方も多いと思うんですけども、厳密には私たちはこの地球って刻一刻と動いているので、この時間によって実は見える星が違うということでですね、同じ日でも何時何分まではお羊座、何時何分からはお牛座っていう風に実は分かれてるんですね。それ毎年変わりますので、それも先ほどの無料のね、サイトから生年月日入れていただいたら、何年の何月何時はこの時間だったら太陽は何座だよっていうのが全部分かりますので、ぜひそちらも調べてみてください。はい。ということで、今回本当に簡単なポイントだけ、もういろんな説明を全部すっ飛ばして3つのポイントだけお伝えさせていただいたんですけども、もし何かね、ご質問などがあればコメントの方にお寄せください。あくまでもね、ここに書いてるんですけど、本当の自分を生きるための情報だと思って捉えてくださいね。難しいとか勉強しなきゃいけないっていうわけじゃなくね、自分を知るためのツールだよということで、もし興味があったら参考にご覧ください。ということで今回もありがとうございました。失礼します。